皆さん、こんにちは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 2014年からシンガポールは世界一物価が高い国というニックネームが付けられたこともありました。で、今回の動画では、このニックネームについてどういうことなのかと、それは本当なのか、この2つの疑問を通していろいろなデータやランキングで皆さんにシンガポールの物価について少し紹介してみたいと思います。最初のランキングはこちらです。世界生計費ランキング。こちらのランキングは経済誌 The Economist を発行する英国のメディア会社の調査部門である Economist Intelligence Unit 略して EIU が実行した調査の結果です。で、このレポートには、世界各国の海外派遣社員の生計費の調査結果と分析が含まれています。まず最新の2021年版のレポートによると、共同2位は、フランスの首都であるパリとなんとシンガポールです。そして第1位はイスラエルの人口第2位の都市であるテルアビブです。ちなみに日本の東京と大阪は13位と10位です。そしてその5年前2016年版のレポートによると、共同2位は、香港とスイスの最大都市であるチューリッヒです。そして第1位はなんとシンガポールです。ちなみに日本の東京と大阪は11位と14位でした。実はシンガポールは2014年から2019年までの世界生計費調査レポートで6年連続1位でした。つまり世界一物価が高い国はシンガポールですという言い方もいますが、それは本当でしょうかね。分析する前にまずこちらのレポートを少し理解してみましょう。世界生計費調査レポートとは、2021年版の EIU 世界生計費調査は主に都市133カ所の日常生活用品160個の値段のデータと、そのグッズが海外派遣社員の生活に必要な数の計算で構成されています。動画をここまで見ていただければ、世界生計費調査レポートがどんな調査かを少し理解されていると思いますが、このレポートでシンガポールが1位を取ったということは物価が世界一なんだという意見に対してもう一度一緒に考えてみましょう。実はシンガポール政府も2016年版のレポートについて実際の物価を必ずしも反映していないその理由を出しているので、その3つの理由を皆さんに紹介したいと思います。最初の理由はこちらです。バスケットに入っている生活用品は欧米の駐在者向け。世界生計費調査レポートに使われているバスケットは欧米からの駐在者向けのものであるため、一般のシンガポール人や日本人は生活にあんまり使わないものが含まれています。例えばインターナショナルスクールの学費、フランス幼稚園の学費、ドイツ幼稚園の学費、ゴルフの入場料、3コースディナー、ベルモント、こんにゃく、国際新聞、フィレミニョンなどなどが入っています。フィレミニョンですよ。どれぐらい高いかわかります？そういうランキングじゃないか牛ら。肉部位値段ランキング。いや、ちょっと違いますが、まあいいか。こちらはアメリカのオレゴン州にある肉屋さんが発表した牛肉部位の値段表からのランキングです。2021年冬から2022年冬の値段表によると、共同3位はレブステーキとTボーンステーキです。第2位はフィレミニョンに使われているテンダーローインステーキです。そして第1位は一番柔らかい部位と言われているテンダーロインの末端です。いや、そもそもステーキはめったにしか食べないし、チンジャオロースとか肉じゃがにはフランクステーキやシチューミートなどを使えば美味しくできるので、フィレミニョンをバスケットに入れてもあんまり物価のいい代表になれるとは言い難いですね。2つ目の理由はこちらです。レポートに使われた値段は通常の値段より高い。世界生計費調査レポートに使われた値段は通常の平均的な値段より高いものが含まれます。例えばシンガポールの
男性のヘアカット、4人家族1月の電気代、男性のワイシャツ、白米と卵などなどです。ここで一気に2つのランキングを紹介したいと思います。こちらです。白米と卵の値段ランキング。こちらは、globalproductprices.com という経済学者が経営しているデータまとめサイトのランキングです。2022年3月、白米1キロあたりの値段によると、第3位はアメリカ合衆国です。第2位は韓国です。そして第1位はなんと日本です。気になるシンガポールは80位です。そして2022年3月、卵12個あたりの値段によると、第3位はオーストラリアです。第2位はノルウェー王国です。そして第1位はスイス連邦。ちなみに日本は第60位です。気になるシンガポールは第49位です。シンガポールのスーパーを何箇所訪れて確認してみましたが、実際の値段との差額が一番広いのは世界生計費調査レポートで使われた値段となります。で、その差額はなんと2、3倍ぐらいありますね。シンガポール政府の調査によると、世界生計費調査レポートのバスケットに入っている約 95% の物価は、シンガポールの統計局の調査より高いですし、約 40% の物価については、シンガポール人が通常支払う金額よりも2倍以上の値段が付けられているようです。つまり、このレポートが代表しているシンガポール在住の海外派遣社員たちは、ローカルシンガポール人に比べ、かなり裕福な生活方法を選んでいるかもしれないんですね。3つ目の理由はこちらです。レポートで使われた値段はすべて US ドルに換算されている。つまり、通貨の為替レートがその物価の計算を左右する一つの要素となります。こちらのデータは US ドルとシンガポールドルの為替レートのデータです。アメリカドルに対し、シンガポールドルは2000年の 1.724495 から2014年の 1.267131 と強くなってきたので、自然と物価も高く見えてくるということが言えるでしょう。シンガポール政府はこの3つのポイントで世界生計費調査レポートの結果に対して注意喚起を行いました。もちろん世界生計費調査レポートの結果通り、シンガポールで豊かな生活を送ることもできます。例えば、都市中心部のテニスコートやジム付きのコンドミニアムに住んだり、高級車を買ったり、高いレストランでフランス料理を食べたりすることがシンガポールでできます。しかし、シンガポールに訪れた、また住んだことがある方は実際に体験できますが、いろいろな生活用品とサービスを安く買える場所は結構ありますし、公共交通機関やタクシーでシンガポールを安く横断することも可能ですし、シンガポールにはウォーカーやフードコートで安く温かいご飯を食べることもでき、普通の生活を送ろうとすれば送ることが可能です。しかし、やはりシンガポールではどうしても高くなってしまうものもあります。シンガポールは飲酒の節制を促進しているので、アルコール税は他国より高いです。以前のランキングでも紹介しましたが、シンガポールは陸面積が小さいので、土地代が高くなると同時に、住宅とビジネスの家賃や車の費用が高騰します。シンガポールは天然資源がないので、ほとんどのものは輸入品です。その輸入元の国の原価に加え、輸送費、保管費などを入れると、他国より高くなる場合が多くあります。そして小さな国であるシンガポールは世界の変動に敏感なので、物価も影響されやすいです。特に資源があまりないので、影響を受けるしかない場合もあります。こちらの世界生計費調査レポートは、社員を海外に派遣することを考えている会社の人事部にはあるほど参考になると思います。そしてもちろんシンガポールでずーっと生きてきたシンガポール人は、シンガポールの物価が昔より上がっていることがむしろ痛感しています。しかし、シンガポールは世界一物価が高い国だよということについては、議論の余地があるのではないかと思います。
以上、今回のランキングでシンガポールの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がもし面白かったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。で、経済学をほとんど勉強したことがない私にとっては難しかったので、この調査を理解するため、もう少し簡単な調査をまず一緒に見てみましょう。次のランキングはこちらです。ビッグマック指数。こちらのランキングは先ほどの経済誌 The Economist が出版したちょっと面白い方法で購買力平価説を表した非公式の指数です。で、購買力平価説とは、通貨の為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決定されるという概念です。しかし、実際はそうではないので、世界各国の通貨の為替レートとビッグマックの値段の比率の差で、通貨が過大評価か過小評価かを想定する指数です。まずはランキングを見て、そこから実際の例を見てみましょう。2019年1月のデータで、日本円に対する通貨の強さのランキングで、第3位は、スウェーデン王国のクローナー、第2位は、ノルウェー王国のクローネ、そして第1位は、スイス連邦のフランです。ちなみにシンガポールのシンガポールドルは13位で、当時のシンガポールドルは日本円に対して 18.9% 過大評価されていました。どういうことかというと、2019年1月の時点で、シンガポールで 5.8 ドルだったビッグマックと、日本で390円だったビッグマックを比較すると、実際の為替レートは 1.49 でした。しかし、当時の通貨の為替レートは 1.25 でした。つまり、当時のシンガポールドルは日本円に対して約シンガポールドル 0.24 ぐらい過大評価されているということです。話を戻すと、どうしてビッグマック指数を紹介したかというと、実はこの計算の中で各国の物価を代表している部分があります。それは、ビッグマックの値段です。つまり、先ほどのデータを見ると、2019年1月時点で1000円あれば、日本でビッグマック 2.564 個分を買えたのに、シンガポールでまずその1000円を 12.5 ドルに両替した後には、2.156 個分のビッグマックしか買えないということです。で、その1000円の購買力の差は 0.4089 個分。シンガポールで買うことより日本で 18.9% もっと買えるということですね。このビッグマック指数で見ると、シンガポールは日本より物価が少し高いということがわかります。しかし、この指数はあくまでも購買力平価説を簡易化した非公式の指数なので、限界もたくさんあります。例えば、マックがある国しか比較対象に入れないことや、各国のビッグマックの違いや、都市と田舎のマックの値段差、競争率などの要素が含まれていないことなどなどです。そもそも The Economist の人たちがなんで物価の代表をビッグマックにしたかというと、ビッグマックが大好きだったらしいです。まあそれもあったらしいんですけれども、ビッグマックは全世界でほぼ同一品質で販売されていて、価格に原材料費、いわゆるパンや牛肉、チーズ、レタス、油など、そして店員の労働賃金、店舗の光熱費と家賃、宣伝費用などが含まれているので、実際の物価と関連性があるはずとされているからです。ビッグマック指数と世界生計費調査は、物価を代表するバスケットの値段で物価を計算、比較しています。で、ビッグマック指数のバスケットにはマック1個しかないんですが、世界生計費調査のバスケットには海外派遣社員向けの生活費とサービスが入っています。そしてこの2つの調査は現地人に対する物価を比較するのではなく、海外から来た人に対する物価を比較しています。つまり通貨の為替レートがその物価を左右する要因の一つです。
この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。